皆さんこんにちは。今回は本棚の紹介をしたいと思います。よかったら最後まで見ていただけると嬉しいです。ちなみに画面左端に映っている本の山なんですけど、それは誕生日に購入した本たちです。これはね、また別の動画で紹介する予定なので、そちらの動画もお楽しみに。では早速始めていきます。横向きだと本棚全体を取ることができなかったので縦にしてみました。こんな感じです。この本棚には主に読み終わった本を入れてます。本棚は IKEA のビリーです。私のは横幅が短くて背の高いタイプのものを2つ並べて使ってます。本の重みでね、板がたわむのがどうしても嫌だったので、横幅の短いものを選んでみました。今のところね、たわんではいないようです。まず最初に真ん中のこちらの段を紹介します。こちらは 1,2 ヶ月の間で読んだ本を順番に並べています。紹介動画を撮ったり、自分の中で感想をまとめてからビニールのカバーをかけてしかるべき場所に移動させてます。パッと見てね、今月はこれだけ読んだんだってわかるので、個人的にはこのスタイルを気に入っています。これはね、木のアクリルの時計なんですけど、時計のね、この後ろのパーツを自分で組み立てるものだったんですよ。で、何が何だかわからないまま組み立てして、ちょっとね、歪んでます。まあでもね、前から見たらわからないので、よしとします。このね、ブックエンド代わりに使ってるスノードームはオーストリアの、クリスマスマーケット、ザルツブルクのクリスマスマーケットで購入したものです。もうクリスマスはね、過ぎちゃったんですけど、可愛いので冬の間だけは飾っておこうかなと思います。一番上には洋書のペーパーバッグを収納してます。これもね、木のアクスタで大きくて気に入ってるやつです。洋書はね、さらっと流そうかなと思ってるんですけど、でもね、特にね、好きなのがこれで、これだけはちょっと紹介させてください。オービタルという SF の作品です。これね、2024年のブッカー賞を受賞してます。ちょっと手が疲れるので置きます。このお話は国際宇宙ステーションにいる宇宙飛行士たちの話なんですけど、こうね、広大な宇宙を目の前にして自分自身とか過去のことを見つめたり、地球や人類について思いを馳せていくみたいな話で、特になんかどんでん返しがあるわけではないんですけど、 SF でもあってどこか純文っぽいっていうか、私はね、哲学的な要素もね感じてます。付箋をねたくさん貼ってるんですけど、もうとにかく表現が素晴らしくて美しくて、ぜひね、日本語訳でも読みたいです。どこかのね、出版社がね出してくれることを期待してる一冊です。こんな感じです。そのお隣は洋書の豪華版を並べてます。この2冊はペンギンクラシックの布カバーで、こっちが若草物語と高慢と偏見です。このね、重厚感あるずっしりとした感じがたまらないんですよね。こっちは赤毛のアンです。児童書なので可愛らしいデザインです。で、中にね、名前を書くところがあって、これがね、児童書ならではって感じがいいですね。この豪華版たちは日本で買うとかなり高いので、こっちにいる間にね、ちょこちょこ集めていきたいなと思ってます。で、ブックエンドはアスティエのマグカップの空箱を利用してます。こんな風にいろんなものをブックエンド代わりに使ってます。もう一つ、洋書のペーパーバッグのコーナーがここです。ここもね、地のコーナーを展開してます。このね、カレンダーが9になってるんですけど、全然違います今日は。で、ズボラなのでよくね、めくり忘れちゃうんですよね。
でもちょうど推しのバレーニさんなので、もうそのままにしておきます。来月の9日を待ちます。このラファウのポストカードは確かフベルトのネックレスを買った時についてきたもので、そのねネックレスがこれなんですけど、これはね普段机の前の壁にボードを取り付けてるんですけど、そこにぶら下げて飾ってます。でこの段の洋書は結構古いものが多くて、半分以上はね日本にいる時に買って読んでいたものですね。でこの他にまだまだあるんですけど、ここにあるもの以外は結構お家のディスプレイに使っちゃっていて、この本棚にしまってるのは手元に置いておきたいもので、ディスプレイに使ってるのはまあ手放してもいいかなと思っているものがほとんどですね。そのお隣のここはコミック系を収納してます。漫画はほとんど電子で買って読んでるので、紙であるのはほんの一部なんですけど、このマグカップは娘が母の日にくれたマグカップです。飲むようにね使うのはもったいなくて、ここにこうして飾ってます。このポストカードはリスボンで買ったものですね。しおりとかポストカードとか出先でねついつい買ってしまいます。これも娘が作ってくれたしおりなんですけど、ムチムチのうさぎが可愛すぎてここに飾ってます。である漫画はこじこじ全3巻ですね。こじこじは電子で出ていなかったので紙で買いました。たまにペラペラっとめくって読んでます。面白いです。で今もねそれなりには好きなんですけど、昔ちいかわにハマっていた時期があって、その時に買ったちいかわの 1,2 巻ですね。この背表紙がかなり色あせてます。これね2冊とも特装版を買ったので、おまけの絵本もね2冊持ってるんですけど、それはね娘たちに取られちゃって子供用の本棚に置いてあります。この2冊がコミックエッセイですね。こっちのね特に宮田奈々さんのもしもしこちらは夜ですという夜にねまつわるエッセイが大好きで、たまに読み返してます。ちょっと自分で飾ってるんです。これがすごい邪魔ですね。これがこれは子供の頃に大好きだったわかったさんと困ったさんのシリーズ1をね懐かしくて買いました。まだね子供たちが読める年じゃないので、今のところ私の本棚に置いてます。小学校の頃からねお菓子作りが好きで、少なくともこのわかったさんの影響をね受けてるんじゃないかなと思ってます。はい、元通りです。ここはね哲学とかノンフィクション系のコーナーです。将来的にはね哲学で分けたいんですけど、今はね冊数が少ないのでここに集めてしまってます。で前後に2列に並べた時に後ろが見えなくなるのが嫌なので、前に文庫本後ろに単行本を配置してます。このね絶望名人カフカ、希望名人ゲーテの文豪の名言対決が面白くて、中にね2人の名言が書かれてるんですけど、ネガティブなカフカはグレーの紙なんですよね。ちょっと分かりにくいかも。グレーでポジティブなゲーテは白い紙が使われていて、これがねなんか粋な演出ですよね。2人の対比が本当に面白いです。でこれはセネカの生の短さについて、これは哲学初心者にも優しい内容で面白かったです。すごくね昔の人が書いたものを現代の人も共感しながら読めるってロマンを感じますよね。でこれが小川玉香さんのフェミニズムに関するエッセイで、これも良かったです。
で、国分光一郎さんの暇と退屈の倫理学、これもめちゃくちゃ良かった。暇と退屈とは何ぞやと、その2つの違いについてとか、社会とか哲学とかあらゆる視点から紐解いていく本です。で、ブックエンドはかぎ針を立てた入れ物を使ってます。本当に何でもありです。ちょっと後ろを見ると、エーリヒ・フロムの愛するということ、これは名著ですね。皆さんもなんかよく読んでいらっしゃる方が多いイメージです。で、こっちがキム・チョヨプさんとキム・ウニョンさんの共著のサイボーグになるという本なんですけど、障害とテクノロジーの関係とか今後の発展について論じている本なんですね。で、一般人でも分かりやすく読める論文みたいな感じで、とっても面白かったです。で、最後ね、2人の対談も載ってますね。で、小川聡さんの言語化するための小説思考、これも面白かった。分かりやすい文章を書ける方は本当に尊敬します。スルスルとね、心とか頭に入ってきますね。で、これが森田正夫さんが訳されたレイチェル・カーソンの未完の書、センス・オブ・ワンダと森田さんが綴ったその続き。これもね、森田さんの文章が本当泣きたくなるぐらい優しくて大好きな一冊です。で、これは、植物は知性を持っている。読んだらね、確かに植物は知性を持っているなーって納得してしまうね、面白い本です。で、このブックエンドも娘がハロウィンの時に幼稚園で作ってきた入れ物を活用してます。こんな感じですね。ちょっと一冊一冊コメントしてるとあっという間にお迎えの時間になりそうなので、少し急ぎ足で行けたら行きますね。で、ここは日本人作家さんのエッセイのコーナーです。ちなみに私は作者ごとにはこうやってまとめてるんですけど、特に50音とか出版社などは気にせずに並べてます。それではまず手前の文庫本から、ここにねずらっと増田美里さんのコーナーが続いてます。このフィンランドのエッセイ以外は駐在の前から持っていたもので、ほとんどが大学時代に買ったものです。その当時ね、増田美里さんにドハマりしてて、文庫で出たものだったらある時期まで全て手に入れてたと思います。ここにないね、スーちゃんシリーズも好きなんですけど、それは実家の本棚にありますね。で、続いて工藤レインさん、マイクラのスティーブですね。これマックのハッピーセットのおもちゃです。で、こじこじで、さくらももこさんのコーナーですね。で、まだまだね持ってないさくらももこさんのエッセイたくさんあるので集めたいです。で、これがこじこじに聞いてみた。これはね、もうほぼ哲学書です。力を抜いてね、生きる方法が得られます。で、これがね、川上美恵子さんの一番好きなエッセイで、ソラスコンって呼んでるんですけど、ソラスコンっていう呼び方で合ってるんですかね。はい、これはね、高校の時に買ってから大事にもずっと持ち続けてるエッセイで、今でもねたまにパラパラと読んでるんですよね。これいつ出たんだろう。2009年だからもう15年以上前で、もうねずっとね大好きなエッセイなんです。で、これも大好きになった小川陽子さんのエッセイ、岸本幸子さんのエッセイで、これは映画が公開した頃に気になって買った森下典子さんのエッセイです。結局ね映画は見てないんですけど、この本はね良かったです。森下典子さんのグルメエッセイとかもねよく好きで読んでました。で、後ろに行きますね。ちょっと大変なんですよね、ここ出すのが。後ろは単行本で、大好きな古賀千佳子さんのエッセイが並んでいて、川上美恵子さんのエッセイ、多分川上美恵子さんのエッセイは君は赤ちゃん以外は読破していると思います。私立インハーまたは世界みたいなありましたね。あれも実家に置いてますね。で、小原晩さん、
工藤蓮さん、結構ありますね、工藤蓮さんで、岸本幸子さん、ロイヤルホストにまつわるアンソロジー。結局ね、体調崩して食べたいものが食べきれない一時帰国だったので、でもロイヤルホストにも行けませんでした。またね、いつかリベンジしたいです。で、美味しそうな文学、これは食にまつわる本に関するエッセイです。で、上坂恵美さんの地球と書いて星って読むな、これもね面白くて大好きでした。じゃあちょっと次に整えてから次に行きましょう。ディスプレイが大好きなんですけど、本を抜き取る時とか入れる時にちょっと大変なんですよね。はい、OK です。今のコーナーの隣は本はなくて物置みたいになってます。このね、カフカのポストカードはプラハで買いました。おしゃれで可愛いです。で、後ろにはこれ輪針のセットと、下のね、これカンナン入れ物なんですけど、各地で集めたしおりのコレクションが入ってます。パンパンに入ってます。これもまたどこかで紹介できたらいいなと思ってます。次は日本人作家さんの小説コーナーですね。これもプラハで買ったポストカードです。さっきのカフカのやつと同じデザイナーさん、イラストレーターさんが描いたものです。で、今小説コーナーって言ったんですけど、小説じゃないものが一番前に来てましたね。これは石のねイラストがね描かれている石の図鑑みたいな感じで、石とかね宝石に興味があったので買ってみました。で、この次は大好きな森見と美彦さん。このね、夜は短し歩け乙女を中学生の頃に読んで、それがきっかけでねいろんな本を読むようになったので、読書をね好きになるきっかけをもらった大切なね本なんです。で、当時はね単行本で買って、その後に出たこの文庫本を持ち運ぶように買ったんですけど、もう5回以上読んだし連れ回してたので結構ねボロボロなんですね、角とか見ると。でもう森見と美彦さんは私の中で本当に特別なね思い入れのある作家さんで、大学時代にね一度だけサイン会に行ったことがあって、でそれが聖なる怠け者の冒険の出版時だったんですけど、大事な思い出のはずなのに緊張しすぎてどんなことを話したのか全くね覚えてないんですよね。でそのサイン本はね例に漏れず実家の本棚でね袋に密封されてね保管されてます。でここにないね恋文の技術もものすごく好きなんですけど、手元にないので、電子を買ってねちょっと読みたいぐらいですね。そういえばね、今月末に夜は短し歩け乙女と四畳半神話体系の愛蔵版がね出るんですよ。で、両方欲しいんですけど高いので、夜は短しの方だけを買って実家に送ろうかなと思ってますね。ちょっとサクサク行きたいって言ったのにだいぶ森見と彦トークでね時間を取りました。後ろに行きます。これはオランダに住んでた頃に買ったアムステルダムの街並みがタイルに描かれている素敵な飾りです。小田正邦さんの本にだってオスとメスがあります。こちらもずっと昔に買ってから気に入ってね持ってきてる本ですね。でこの本を買う時に小田正邦さんを存じ上げなかったんですけど、買う決め手となったのが帯で森見と美子さんが推奨されてたんですよね。さっきね話してた結局ね森見と美子さんの話に戻ってきちゃったんですけど、読んだのがね昔であんまり内容覚えてないんですけど、本にもオスとメスがあってどんどん子供が生まれて本が増えていくみたいなね妙な設定のね話だったかと思います。でもとにかく面白かったことだけは覚えてるので、またねどっかで再読してもいいかもしれないです。で、津村紀子さんの冬霊ブラジル、その後に原田マハさんのゾーンが続きます。
でこの中だと楽園のカンバス、これがね一番好きかもです。ルソーの絵をめぐるアートミステリーなんですけど、ミステリーがあんまり得意ではない私もぐいぐい引き込まれながら読みました。ここにはないけどね、ジベルニーの食卓とかも好きですね。で、山内まりこさんの一心同体だった。これはね、女性として生きてきた人たちならね、知っている気持ちとか感覚だらけでも読んでてうわーってなりました。で、水木麻子さんのついでにジェントルメン、これもね元気が出る短編集です。で、西加奈子さんも何冊か、このね漁港のニコちゃんが一番好きですね。もうニコちゃんがとってもね愛おしくて、読むと笑えるし元気がね出てきます。昔にね読んだきりなので、子供をね産んだ後ももっとね味わい深く読めるかもしれないですね。母子のね絆の話でもあったと思うので。で、川上ひろみさんの先生のカバン、この本も昔に買ってずっと持ってます。高校から大学にかけて川上ひろみさんブームが来て、当時ね出てたものに関してはあらかた読んでたはずですね。でもこのね先生のカバンが一番好きです。なんか切なくてあったかい大人の恋模様が描かれてます。主人公がね40歳ぐらいで、その恋の相手がさらにね30歳ぐらい上だったんですよね。で、初めて読んだ時にまずその年齢にびっくりした記憶ですね。で、恋愛小説って今までそんな読んでないんですけど、私にとっては究極の恋愛小説です。で、松崎優里さんのシュレーディンガーのこれ SF の短編集ですね。で、村山咲さんの不思議カフェ猫耳をコメントでおすすめしていただいて読んだ心が温まる小説です。くらいかな。では戻して次に行きます。ここは積んどくタワーに入りきらない本が雑多にね詰め込まれてます。奥にもね文庫語本がびっしり入ってて、後でね一体今何冊積んどく本があるのか数えてみてもいいかなと思ってます。次は海外作家さんのコーナーです。推しのバチェラのコーナーでもあります。かわいいですね。で、まず手前の文庫から、ローラン・ビネの HHH プラハ1942年。これはねヒトラーの部下だったハイドリヒの暗殺計画の話で、フィクションなんですけども限りなく史実に基づいてね書かれてます。もうホロコーストものなので、とにかくね苦しくてボロボロ泣きながら読みました。再読するには重すぎるんですけど、これはね絶対手元に残しておかねばって思う一冊です。で、千葉の短編選集、ハンガンさんのすべての白いものたちのカフカ短編集。このねカフカの短編集が特に好きで、短いものだと1行とかのあるんですよ。その1行でうわーってさせる力のある言葉がたくさん入ってます。で、オーヘンリーの傑作選2、これはね1と2もね出てて実家にあるんですけど、私は2がね特に好きなのでこれだけ持ち込みました。で、次、言わずと知れた名作ジェーン・オースティン傲慢と偏見。これはね背表紙が結構色あせてますね。かなり前に買ったものなので。で、大学でイギリス文学を専攻していたので、それなりにイギリス文学作品は読んでるんですけど、やっぱ個人的にはね傲慢と偏見が一番好きですね。で、次、オスカー・ワイルドの短編集カンタベルの幽霊スフィンクス。ワイルドは別著のドリアン・グレイの肖像を卒論で使ったので、かなりね苦しめられたし思い入れのある作家ですね。彼の作品もなんですけど、人生とか人柄がめっちゃ面白いのでおすすめです。
で次がジュール・ベルヌの地底旅行。これはねもうなんか読んだけど本当の意味では読んでないっていう感じですね。でセンター・オブ・ジ・アースっていう映画があって、私はその映画が好きで、その映画の中に出てくる小説がこのベルヌの地底旅行なんですね。でそれで買ったんですけど、でもその当時 SF に全然馴染みがなくてしっくりこなくて、よくわからないまま読み終わったって感じですね。今読むともっと楽しめるかもしれないです。トーベ・アンソン、ムーミン・ラニの彗星。韓国と日本の作家のアンソロジーのあなたのことが知りたくて。はい、じゃあ次後ろに行きます。こうやって見るとね、韓国人作家さんが多いですね。この一番端が楊双子さんの台湾万有鉄道の2人、日本翻訳大賞を受賞された美味しくて切ない小説です。で、走る赤、これは中国女性 SF 作家のアンソロジーです。どの話もめっちゃ面白いです。で、キム・ハナさん、ファン・ソヌさんの女2人暮らしています。これもね面白いです。笑えるしなんか考えさせられるエッセイでした。で、イム・ソヌさん、光っていません。で、ここがチョン・セランさんが続いてますね。チョン・ヘランさん、この中だとこの地球で花だけが一番好きかもしれないです。もう SF の恋愛小説でハッピーな気持ちになれます。もうウルトラハッピーエンドが保証されている作品です。で、次は大好きなキム・チョーブさんが続いてますね。こうやって見ると結構出てますね。日本語訳が出てるものは多分全て読んでるはずです。で、私はキム・チョーブさんを読む前はほとんどね SF を読んだことがなくて、なんとなくね宇宙で未知の生物とドッカーンと戦うみたいな漠然としたイメージだけ持ってたんですけど、初めて私たちが光の速さで進めないならこれを読んで、こんな繊細で切なくて愛おしい SF もあるのかって SF の扉を開けるきっかけをねくれた小説でしたね。もうこれからもね追い続けたい作家さんの一人です。このね去年出たエッセイもねとってもね良かったです。読み終わった後もね何回か適当にね開いて読みました。とにかくもう大好きです。で、その次がファン・ボルムさんの毎日読みます。これもね本好きの方にぜひ読んでいただきたい本にまつわるエッセイです。で、有名な児童書の桃、ミハイル・エンデの桃で、次が映画もね公開予定で文庫も出て話題沸騰中のアンディ・ウィアープロジェクトヘイル・メアリーですね。これはもう一気読み間違いなしの SF です。どうなってたかな。ちょっと戻すのがね大変ですね。こうかな、多分こんな感じですか。ここはねスカスカなんですけど、隣のさっきの海外作家の単行本が入らなくなったのでこっちにね食い込んでいる状態です。これがキム・ボヨンさんのどれほど似ているか。これもね SF 短編集です。で、アリス・ミス5月その他の短編、岸本幸子さん役の不思議な短編集です。次は手前が早川の文庫を並べていて、奥が日本人作家の小説の単行本です。本当はね手前は早川のね SF の青背だけをね置こうと思ったんですけど、青くないけど SF もあるしと迷ってね早川文庫系で並べました。でもこうやってね見るとちょっと統一感がないし、やっぱりね青背だけにしようかなって考え中です。で、文庫からスタニスワ・フレモのソラリスで、レイ・ブラッドベリ火星年代記華氏451度入れ墨の男。ブラッドベリはねまだこの3冊しかね読んでないんですけど、今のところはねもう全部大好きです。彼のね趣のある表現とか文章がね特に好みですね。で、ハインラインの月は無慈悲な夜の女王、ジェームズ・テッドリー・ジュニアのたった一つのされたやり方、
あまたの星、宝冠のごとく。もうティップリー・ジュニアはこのたった一つの冴えたやり方、これがね特に大好きでした。 SF 中編が3編入ってて、どれもねちょっとずつつながってます。表題作のねタイトルにあるたった一つの冴えたやり方ってこういうことだったのかってちょっとねほろ苦い気持ちになりながらね読みました。でアーサー・C・クラークの幼年期の終わり、これもねめちゃくちゃ面白くてね、あっという間に読み終わりました。ファーストコンタクトものなんですけど、異星人のね姿が明かされずにねやきもきしながら展開が気になってね、ページをめくる手が止まらなかったです。アーサー・シー・クラークの2001年宇宙の旅は小説読んでから映画を見たんですけど、多分ね映画だけ見てもう話がねわけわかんないままだったなって思いました。私はね小説の方が断然好きです。でジュナのカウンターウェイト、これはね初めて読んだ軌道エレベーターものです。韓国の作家さんです。ジュナはねさっきね紹介したこのあなたのことが知りたくて、このね日韓のアンソロジーで知った作家さんで、そこに入ってた話がすごく好みだったので、こっちのねカウンターウェイト買ってみました。で軌道エレベーターって馴染みがなかったので、最初ねすごく世界に溶け込むのが大変だったんですけど、ね、映画を見てるかのようなねめくるめく展開がね面白かったです。結構ねしっかりめなハード SF です。で、カート・ボネガット・ジュニアのタイタンの幼女、こちらも名著ですね。でキム・チョプさんの私たちが光の速さで進めないなら、大好きすぎて単語を持ってるのに文庫本も買っちゃいました。でこの分厚いのはね SF アンソロジーなんですけど、もう何ページ、確かね800以上あったと思うんですけど、編集後期も入れたら814ですね。でもねどれもね面白くて、読み終わるのはね結構あっという間でした。この中に天沢時生さんのこのショッピングエクスプロージョンがパロディもりもりでめっちゃ面白かったんですよね。ほらこの探せ当店のすべてをそこに置いてきたっていうこれがもうパロディですよね。めちゃくちゃ面白いです。去年ね出た天沢時生さんの短編集にもねこのショッピングエクスプロージョン入ってるみたいですね。でイスカリユバさんのSF 短編集人間たちの話、これもねどれもね面白かったです。でハンナレンさんの SF 短編集滑らかな世界とその敵、こちらもね好きな方が多いイメージありますね。この中のなんだったっけな、このミナハへ送る拳銃が私好きだった気がします。ループもののラブストーリーでね印象深かったですね、特に。でアガサ・クリスティの春にして君を離れ、これはね主人公の女性がバグダッドからイギリスに帰る間に列車がね来なくなって長いこと足止めを食らうんですけど、その間にね自分の妻としてと母としてとの人生を振り返るっていう話で、振り返るたびにいろんなところでほころびが出てきて、もう読んでいて怖くて、でもラストでもそっちかいって思わせるねモヤモヤがありました。じゃあ、次にね行きましょう。後ろには森見富彦さんの熱帯とシャーロック・ホームズの凱旋。このね熱帯以前の本は多分単行本でね全部持ってるはずです。熱帯が出た時も読書から離れてた時期だったんですけど、書店でね並んでるのを見て思わずね買ってしまいました。絶対に読み終わることができない本をね巡る不思議なお話なんですけど、また読みたいとね思わせる力があるんですよね。だからね2回ぐらい読んだ気がします。再読はしました。で今もねまた読みたいなって頭のね片隅で思ってはいるんですけどね、積んどくがありすぎて
文庫本がね出てるので買ってもいいかもしれないです。でシャーロック・ホームズの凱旋もホームズの舞台がロンドンからね京都に移り変わって、かつね森見ワールド全開でめっちゃ面白かったです。でこれが村田沙耶香さんの世界99、もうこれもめっちゃ話題になりましたよね。なんかもう何が異常で何が正しいのかわからなくなって読んでる間クラクラしました。人間のね醜悪さがもう煮詰められてるような感じで、再読するには勇気がいるけど、これもまた手元に置いておきたい作品です。で、鈴木優衣さんのゲーテは全てを言った芥川賞受賞作ですね。で江国香織さんのシェニー料理とか肉のメロンとか、これもコメントでねおすすめしていただいて読んだらめちゃくちゃ良かったです。50代のね女性3人のさっぱりしつつもね強い絆がいいなって思いました。表紙もね素敵ですよね。江国さんの文章とか表現がね美しすぎてね、読後もねいい余韻をね感じてぼーっとしました。で浅井亮さんの生殖期 In the Mega Church、 どっちもね話題になった本ですよね。もう生殖期はまさかの生殖期が語り手で設定からぶっ飛んでます。でもね世の中の触れてこなかったこととか言いにくいことを代弁してくれているような小説で、なんか小説が持つ力みたいなのを感じましたね。インザメガチャーチは推し活の話で、もうとにかく解像度がすごくて、推し活にねのめり込んでいく様子が怖いのにページをめくる手が止められませんでした。なんかのめり込むことが怖いと思ってたのに、これをね読んでからだと押すことでね得られる喜びとかね痛みを否定できる真っ当な理由なんてこの世に存在しないんだなともね思います。で、金原ひとみさんのナチュラルボーンチキン藪の中、私はね金原ひとみさんはこのナチュラルボーンチキンをね初めて読んだんですね。他の有名な蛇にピアスとかは読んでいなくて、もう勝手にねイメージで尖った小説かなと思ってたんですけど、いい意味でね裏切られました。急転化してる、生活をね淡々とこなしてる40代の女性が主人公で、ひょんなことからね会社の苦節用なね若い子と関わるようになるんですね。でその関わりからその主人公の生活がどんどん変わっていくお話なんですけど、なんか年齢とか性別とか立場も全然違うのに、気づいたらね登場人物全員にね寄り添いながら読めていて、もう全員をね抱きしめたい気持ちになりました。とってもね良かったです。でこのね藪の中もね話題になりましたよね。本当に性加害の告発がパンドラの箱となって動き出すみたいな物語で、登場人物それぞれの視点でね読み進めるんですけど、視点がね変わるたびに分かり合えなさみたいなのをね感じました。人の数だけね信じてるものとか正義があって、そりゃね分かり合えないだろうよってね思う心に残る一冊ですね。で津村きっ子さんの水車小屋のねね、水車小屋に暮らす喋る鳥のねねの視点から覗く人々のね人生のお話です。もう優しさがね詰まってて温かい気持ちになれます。池澤春菜さんの、SF 短編集私は孤独な星のように、小川聡さんの短編集スメラミシングです感じですかね。ちょっと急ぎますかね。スカスカなんですけど、隣のさっきの単行本が入らなくなってきたので、こっちに食い込んできてる感じです。これはしめのなぎさんの独り言の多い博物館、これもねコメントでおすすめしていただいて読んだらめちゃくちゃ良かった小説です。これが宮田玉樹さんのアーサー・マンディビルの不合理な冒険、これもね面白くてね笑えるんですよ。主人公がねやる気のない冒険家で、
そのねゆるさが勇者ヨシヒコの世界とね被るんですよね。こういう地図が載っててめちゃくちゃ豪華で好きです。持ってたいと思わせるような小説ですね。一番下はねあんまり面白くないんですけど、英語のね教材とかレシピ本とか、あとドイツ語のねこの辺も教材も入ってます。でこの「ハリー・ポッター」これは続編の劇の脚本なんですけど、大きすぎてね上に入らなかったので一番下にあります。こんな感じですね。このねカバーが私は単行本のカバーをね外して読むタイプなんですけど、その外したカバーを一時的に置く場所にしてます。こんな感じで本棚の紹介全部終わりました。続いてね積読本を数えてみようかなと思います。ここに33冊ありますね。ここで合わせて41です。ラストがここの積んどくタワーです。多分96です。多分こんな感じで本棚紹介と積読カウントを終わりたいと思います。最後まで見ていただいてありがとうございました。積読はねさっき数えたら96だったんですけど、このね左端にそびえ立つ本の山、これもね30何冊かあるんで120、30弱ぐらいいってるのかなと思います。ではまた次は購入本紹介でお会いできたら嬉しいです。ありがとうございました。